ちは、ちえです。今日ちょっと喉が調子悪くて聞こえづらかったらごめんなさいなんですけど、今回は、あなたのことを好きな人がいるかどうか見ていきたいと思います。選択肢はこちらですね。こちらの2色、黄色とオレンジからお選びください。あなたのことが好きな人いるかどうか、その気持ちも聞いていきたいと思います。ではお選びください。はい、それではこちらの黄色のネイルをお選びいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。上2枚が黄色さんのことを好きな人がいるかどうかで、下3枚が今後黄色さんに対してどうアプローチしていくか、どう進展していくか見ていきたいと思います。それでははい、黄色さんのこと好きな人がいるかどうか、今後どうしていきたいか、見ていきます。まず黄色さんのことを好きな人は言いますね。なんかちょっと遠くから、例えば同じ職場でも違う部署とかちょっと距離があるところからあなたを見ている方が一人いらっしゃるのかなと思っていて、あとはもしかしたら黄色さんって男性女性問わず異性の方にちょっと囲まれているところにいるのかなと思って、何人かの人に囲まれている印象があるんですね。その中で一人温かい気持ちで温かい眼差しを向けている方が一人いらっしゃる感じがしますね。黄色さんって結構密かにモテるタイプというか、自分は思ってもないようなところから好印象を抱かれやすいのかなっていう感じですね。黄色さんが発した言葉が意外と誰かの救いになってて、なんかその黄色さんがしたこと言葉っていう感じがするんですけど、言った言葉に結構救われている方がいらっしゃって、それも1人2人じゃなくて数人、3、4、5、なんか癒しの方なのかなと思って、黄色さんは知らない間に周囲の方たちを癒せる人、なんか気持ちが優しい方なのかなって思います。いいですね。からちょっと自分が嫌いな人とかにも意外と好印象を抱かれやすい、自分はそんなに好きじゃないのにっていう方から勝手に好きになられることもあるのかなと思います。でこのお一人ですよね、エースのペンタクルのこの一人温かい眼差しを持って見ていらっしゃる方、なんか体の軸がしっかりした人なのかな。男性であっても女性であってもなんか体がまっすぐ、太ってるとかじゃなくてどっしりしてる存在感がある方な感じがしますね。なんか身長が低くても小柄でもなんか印象で大きく見える存在感がある方だと思います。でその人がどうしていくか、その人と今後どうなっていくか、多分この方からはアプローチはすぐには来ないのかなと思って、なんか見守ってるんですよね。一歩引いたところで黄色さんのことを見ていらっしゃるのかなと思って、でも多分あまり黄色さんとまだ深い関係ではないのかな。もし関係が長かったとしてもあまり深くを知らない、まだのかな。でももし黄色さんが、お相手さんがですね、黄色さんとうまくやっていけそうって分かったら
進めていきたいと思ってる。そうですね、まだ探り探り。黄色さんのことをもうちょっといろいろ知りたい、知っていきたい。でもこの方多分スイッチが入ったらすごい熱い方ですね。前に未来に行ける方。ただそこ行くまでが結構探るのかな。一歩引いて見守ってる。でこの人だって思ったらまっすぐ進んでいける方なので、黄色さんのことをもうちょっと知ってから進めていきたいなって思っているのかなと思います。ただどれもすごい強いカードが出てて、なんか男性性が強い方なのかなって思います。すごい向上心がある方、お相手さん。仕事も結構これから上に登っていきたいのかな。なんかそこまでオラオラしてる感じではないんですけど、心の中ですごい気持ちが熱くて、登り上がっていきたい、上に登っていきたい気持ちがある方なのかな。内に込めたその闘争心というか、戦っていける力はすごい十分に備わっている方なので、すごい頼りがいがある方なのかなと思います。たとえ見た目がちょっと子供っぽく幼っぽく見えてもすごいしっかりした方。だから黄色さんに決めたら一途にアプローチ来るんじゃないかなと思いますね。黄色さんすごい優しそうな方なので、結構いろんな方からモテるんじゃないかなと思います。ですね。はい。特に強い気持ちの方が一人いらっしゃるのかなっていう感じです。はい、それでは今回のリーディングはここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。喉すいません。直します。はい、それでは次、オレンジさんですね。オレンジのネイルお選びいただいた方のリーディングを始めていきたいと思います。上が、オレンジさんのことを好きな人がいらっしゃるのかどうかと、下がその方が今後どうアプローチ、どう進めていくのか見ていきたいと思います。黄色さんは下3枚だったんですけど、ちょっとオレンジさんは4枚出させていただきました。読んでいきたいと思います。はい。まずオレンジさんのことを好きな方がいらっしゃるのかどうか。なんかオレンジさんってすごいいろんな方からモテるのかな。もしかしたら年下の方からモテやすいのかなっていうのが入ってきて、結構憧れられる、同性も異性からも憧れの対象になりやすい。オレンジさんってすごいかっこいいなとか、すごい気持ち熱い方だなとか、なんか憧れの対象になりやすい方なのかなって思ってて、なんか特に強い人が1人2人いるっていう感じよりかは、大多数から結構支持されてるんじゃないかなって思います。なんかみんなから慕われてる感じなのかな。お姉さんお兄さん的存在、オレンジさんが、そういう印象が入ってきて、なんかオレンジさんといるとなんか何でも乗り越えていけそうって、この人に頼めば何でもできるんじゃないかなって思われてるんじゃないかなと思います。なんか職場でも頼りにされやすいし、お家でも結構お母さんお父さん的存在になっちゃう方なのかなって思います。すごい包容力がある方、オレンジさんだから人が結構慕ってくるし寄ってくる。
じゃないかなと思います。でその中で誰かアプローチしてくる方がなんとなく入ってきたのが、その慕っている方の中で3人もしかしたら特に好印象、気持ちを寄せている方がいらっしゃるのかなと思っていて、その中で3人の中で1人熱い気持ちをお持ちの方がいるのかな。なんかまだ今すぐに行動に移していこうっていう感じではないんですけど、ちょっと様子見、オレンジさんとなんかオレンジさんがすごい何でもできちゃう方なので、3人ともですね、なんか慕われてる、特に思われてる3人とも私が釣り合うのかなっていう自分をちょっと見つめてるのかな。オレンジさんがちょっと手の届かない高嶺の存在というか、何でもできちゃうから私で、釣り合うのかなって。でもその中で多分一人特に気持ち熱い方いるのかな。すごい好印象、特に。でオレンジさんとなんか気持ち通わせられたらいいなって、なんか密かにちょっと思ってる方がいらっしゃるのかな。心を寄せている。なんかその方はなんかお出かけしたいのかな、オレンジさんと。映画館とか、なんか美術芸術、絵を見に行くとか、何かを一緒に見に行く、お出かけしたいって思ってるかなって。で何回か多分お出かけしてるうちにすごい好印象なので、オレンジさんに対してもっとアプローチしていこうって思うんじゃないかなと思いますね。キングも出てるし、そうですね。なんかお相手さんは黄色さんの時もそうだったんですけど、男性性が強い方なのかな。結構オレンジさんのことを思ってる方って多分男らしい方なのかな。ちょっと大げさに言うとガツガツしてるというか、男性性の良さ、なんか引っ張ってってくれる、いい意味でこう大雑把でおおらかでどっしりした方、3人のうちの1人いらっしゃって、その方からアプローチがこれから来るのかなっていう感じですね。ただなんかいろんな方にモテそうな感じするので、オレンジさんがその中での一人、その男っぽいというか、相手が女性であっても男性であってもこう男性性が強いというか、おいでってこう引っ張ってってくれそうな方一人いらっしゃって心寄せてるかなっていう感じですね。モテますねはい、では今回のリーディングここまでになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。喉直します。ありがとうございます。